美味しいよっておすすめされてます。福ちゃんです。うまいよ。ピー、かわいい。何してんだよ。さくら。今日は何組ぐらいですか？来るのが3組、持ち帰りが1、2、3、昼3、夜がデミソースのベースの仕上げが1個あるんで、スモーク1種類。はい。デミソースのルー作りですね。1週間で最初のベースになる部位を取っていろいろ足しながら引きながら今日ルー入れて一応の仕上げてその後にもう一回寝かせるんですけど、ハンバーグとか一番人気なんですけど、ハンバーグのソース、煮込みのソース、ハッシュドビーフのオムライスとか、ビーフシチューとかいろいろ作り変えていくんですね。今日毎日います。あ、そうですね。はい。学校とか保育所終わったら、そのままこっちに来る感じで。なるほ地元のジビエとかど。はい。持ってこられたらそれで作ったり。今年9。これ一つでこれ40個ぐらい作れるんですよ。あ、そうなんですね。そうです。完全濃縮状態なんで、うん。生。このカレーも1週間かけてブイヨン取って牛だけのブイヨン春房3キロでカレーの仕込みして食べてほしい。ここで働いてました。こっち帰ってきた時にバイト頼まれてっていうのがきっかけです。何年ぐらいなんですか、結婚されて？今年で9年。あ、そうですね。牛1頭からこれ2個しかないからステーキ人気ありますね。上とかはもう週1頭分ぐらいかな。
分シャトーブリアンって言うんですけど、シャトーブリアンの部分はヒレステーキで、出します。ただただ溶ける感じじゃなくて手でほぐれる感じですよこれ。肉々しさが残ったちょうどいいぐらいの。この後これをこして冷まします。ねえまだ半分。危ないよ。6年か7年やって店出した。1回で10年やってここに移った。ナナちゃんが福ちゃんです。やばいやろ。他のメニューから比べると手間かかるんで、テイクアウトだけにしてます。サンドイッチ。
お茶温めといてね。前もって単品とかチェックしといてね。いいよ。はい。失礼しました。煮込みの500グラム。520グラムになります。で、パンツの気をつけてください。お箸必要。美味しかったです。だからやっぱ椅子出さんないのよ。ばっかりや。みんな鼻にして寒いんやって。はい、これで OK。お待たせしました。煮込み 120g ライスセットです。こちら置きますよ。次は単品。はい、OK です。
納得。だけどこっちの天丼。あ、うまいよ。よく来られるんですか。初めてなんです。そうです。あ、越後牛。越後牛。ママ芋入れて。山形牛。はい。ビーフシチュー大盛りいきます。2番。ちょっと出てた。10。そうだね。はい。まあレモン。ニンニクは3。5分して。本日のお肉は新潟県産越後牛になります。皆さん来ますね。美味しいよってサンドさん、はい、おすすめされてます。すごい柔らかくて美味しいです。肉の清流ですか？
生姜焼きいきます。はい。あ、いいですよ。はい、いらっしゃいませ。5時半です。残り出ますね。はい、お待たせしました。240と180です。はい、こちらに失礼します。ミグラ。はい。M は4枚、ミーサー A で。4つあります。3人前盛りです。できました。はい。はい、お待たせしました。ビーフシチューです。本日のお肉は山形牛となります。熱いんでお気をつけください。お待たせしました。特大のエビフライカレーです。熱いんでお気をつけください。9月です。生まれる日まで。あ、そうです。はい、いつもそうです。退院した日から働いてます。そうです。ピー、かわいい。お願いします。
一応2枚ご飯入れておいてください。お願いします。肉ランチ。例えばハンバーグなかったらハンバーグこねたりとかそういうのしてますね。今日来るのかな。ステーキとかハンバーグに乗っとる付け合わせですね。マッシュポテトと昨日のパン作って朝で保存するんですけど、本来すね肉ってほらスープとかに使うんですけど、それをなるべく限界まで筋取って、あと脂身、ステーキとハンバーグってどっちが人気あるんですか？おとといがハンバーグいっぱい出て、その前の日がステーキいっぱい出たから、ハンバーグの方がちょっと勝つんじゃないかなと思います。本当日によりますけど。
オニオンのソテーしたやつです。痛いって言われてるのは240なんですけど、生涯160なんです。これそのもうちょっとちっちゃいやつなんです。サービスランチっつって限定のやつなんです。ここが一応メインの営業中の焼き場で、それは私がずっとやります。はい。サービスランチっていうのは1日限定10食だけあるんですけれども、それを確保するのに早い時間に来られる方もいらっしゃいます。2時間ぐらいやりました。水分飛んできたらこれパスにしていろいろ調味料入ってるんですけど、でまたしばらく煮詰めます。またここで完成なんで。2枚ご飯入れておいてください。
ランチ。お願いします。11ランチなんです。パラビックランチ。はい、お待たせいたしました。それでは地域の 250g の方から失礼いたします。大変お待ちくだっておりますのでお気をつけください。お肉英語等級っていうのが縛りになっているので、産地は全国からということになりますね。石川なので元牛ありますかというようなご質問とかあるんですけど、うちはあんまりないです。その代わりも必ず英語等級のものしか入れないというような選び方です。はい、じゃあ第2弾まで。それはメダルとなりますので、かけずにお願いします。120。はい、150。お願いします。こちら側でよろしいですか。はい、
テーキとハンバーグ両方テイクアウトの商品があってそれはまあテイクアウト用一番ちっちゃいサイズですけれどもたくさん注文をいただいてます、単品のお肉でご注文できます。こちらも鉄板で終わったので。はい、ありがとうございます。久しぶりに来ました。はい。半年ぶり、1年ぶり。はい。焼きたての美味しいハンバーグをランチがお手頃で食べれるのがいいなと思ってます。ジューシー。お待たせいたしました。タレもかけずにこちらにつけてお召し上がりください。よくお店来られるんですか？いやー、月に1回とか、いつも何頼まれるんですか？いつも同じですね。ずっとこればっかり。はい。お待たせしました。鉄板の方非常にお熱いのでお気をつけください。来られるんですか？いや、初めて来ました。あ、そうですか。美味しいです。美味しいですか？ハンバーグ小のご飯小でございます。つがいですね。はい、失礼します。ハンバーグランチ中のご飯中です。
昼何食べようでハンバーグ食べたいなと思って。美味しい。だから出張っすか？出張で東京から。お疲れ様でした。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。いちごの部位です。いちご焼肉屋さんとかだと赤身の場合多いと思うんですけど、英語等級っていうのになった場合だけ結構こういうバッチリ刺しが入る。英語等級に限ってはステーキにすると大変美味しい。いろんなお野菜の炒め物です。大皿でシェアしてもらうことが大体多いですね。完成です。よいしょ。ななみさんは美味しいです。美味しいです。毎日の手入れ大変そうですね。まあ今は夜もまた使うのでピカピカにはするのは夜終わってからなんですけど、これで帰ります。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ヒレ味噌とお好み。はい、こちらです。嘘かつ美味しかった。はい。お客さん待っていてくださればできる間はね、味変わったらできんで、まあ味変わらん間はね作ってもらえついてから。マヨネーズを先にして卵を茹でて、それからピクルス、きゅうりの酢漬け、ピクルス、あとはパセリ、それを入れて、でお客さんのエビにつけてもらって食べてもらってるんです。
1時半に店開ける時までには前にずっと7、8人、10人は待ってるんです。もう油も熱入れて、おからしもちょっと温めといて、それしとかなあかんです。すごい人気。玉ねぎに関するもの。ではここでクイズです。皆さん5秒でお考えください。はいはい。毎日御前さんお上げしております。こういった状況が西や名古屋、東京も27度予想ということはまた日曜日全国的に雨という炊く時もあるけど、その日によってね。ではニュースです。実際にやるっていう新着3番教えていただきます。すごい軽いですね、確かに。省けるものは省くというのがそもそもなので、胡椒が入れなくても意外ですね。はい、ありがとうございます。ということでね、ここまで副島君もありがとうございました。プラチナと気象の関係、ちょっと結びつかない感じですけれど、ちょっと一旦プラチナは頭の片隅に置いておいていただいて、今週4月18日はその他にも今でいう万歩計の量定期、あと一でしばらくここで寝かすんです。パン粉に卵が染み込んで、その肉とのあれがあるんですね。甘いとたくさん、これを研究テーマでやっていこう。はい、そうしましょう。甘いたくさん。ここについている芯を切るの。まあこれ今日は 5人の3人やで間に合うかな、1人しか。それでは早速ミニトマトの苗の植え付け。まずはプランター選びから。ブータとひなみん、今回はどっちがやる？やっぱり私はそうだね。任せる。任せる。なるほど。じゃあ任せてください。大事なのは、こう根が野菜によって全然よいしょ。いいよ。家庭菜園の楽しみを広げます。今開けます。
あ、三人さんやったっけ。三人さんと五人さん。どうしよう、五人さんどうしよう。どうしようっちのは。こっち三人さんでここ一つ入れるとあれやで、こっちとエビ2つ、エビ出しますね。エビ出したるよ。水原さん詳しく教えてください。登録証なんですが、すでに1995年に登録された市町村合併があって、岐阜県中津川市山口になりました。だからの象徴なんですが、何を表しているんでしょうか。5、6。藤原さんでした。ありがとうございました。続いての収穫こちらです。青、岩石層、赤、緑、三色状の。ごめんなさい、お好みね。はいはいはい、ごめんなさい。どうもどうも。はい、お待ちどうさま。はいはいはい、どうぞ。多分20個ぐらいやと思う。はい、待ちます。そう言ってたって。1時からじゃない。穀物の 10% 程度にとどまる一方で、支援の記者アーミテージインターナショナルによりますと、アーミテージ氏は病気のため今夜にかけて自分で買って食べなさい。はい、お好み。はい、ごめんなさい。お好みやり。はい、お待たせ。はい、お待たせ。はい、はい、はい、いらっしゃい。朝ちょっと晴れてたけど。こちらね。すみません。ちょっと立て込んでる寒いな。なんかビニールの袋あげようか。ヒレ味噌とお好み。はい、はい。
はい、いらっしゃい。東日本では明日の夕方にかけて和歌山県の和歌山県によりますと、岸の町では昨日午前10時過ぎ、富士冷静のある捕獲数は最大で6493がすでに通路を決定して記録している状態だということです。また、岐阜市内の漁業や安全上のお客様に去年、九州市のファストフード店で行った地域の経営責任能力をさらに詳しく調べるため、今日には入院が発生した男子生徒が大怪我をした事件で、近くに殺人事件の疑いで逮捕されました。はい、どうぞ。はい。私も。外食。はい、お待ちください。はい、お茶です。はい、2つに言うとか。取り急ぎですよ。うん、ですよ。はい。はい。はい。おさえも。子供たちが訪れ、桜を見ながらお弁当を食べている。はい。じゃあ、あなたちょっと多いか、銀紙でもあげるか。あ、いい。はいはい。これだけで。嘘かす美味しかった。ありがとう。はい、お待ちをさん、ごめん、取ってもらった。はい。はい、はい、すみません。はい、お待ちをさん。はい。猫痛いな。あ、いいよいいよ。大丈夫だぞ。はい。はいはい。はい。はい。はい、どうぞ。ごめんなさい。お待ちどおさまです。ありがとうございます。はい、あたりどうぞ。待って待ってください。はい、すみません。あと全部来たかな。お水だけな。はい。沖縄に伝わる霊と力強い歌声が響き渡り、訪れた地域の住民などが静かに耳を傾けた。課題はここだけではありません。実際には山田環境整備の方法を再生や計画作りが求められていますが、はい、はい、はい、ごめんなさい。はい、今お漬物きます。
しました。79歳、国防次官補。国民受験の調整弁として前線に立ちました。共和党政権きってのアジア通で勤務先の店長や出先機関に集まってもらう訓練訓練は熊本地震にどうすればいいかというふうに戸惑う場面がありましたので、今から反省をして次に立てるようにしていきたいと思っております。あとどれぐらい続けられるとかあるんですか？1年刻みでしか何とも言えない年が年やで、まあやるとは言っておりますけど、保証がないでのね、健康やったらできると思うんですけど、あと350年ぐらいかな。あの通り、まあできればね、健康で皆さんそうやってお客さん待っていてくださればできる間はね、味変わったらできんで、まあ味変わらん間はね作ってもらえる、ついてから。で、これはもうメインの鶏肉12時間ぐらいマリネスパイスでマリネして、そうですね、これがオリジナルの基本のチキンになるんで、いろんなソースうち12種類ぐらいあるんですけど、オリジナルのノーマルのチキンが一番美味しいっていただけるお客様もいるので、それ結構嬉しいですね。とりあえず半分カットしてるだけです。ここからまた3等分ぐらいします。一口だいたい 30g から 40g になるように、ちょっと食べやすいサイズだと 25g から 30g ぐらいかなと思うんですけど、うちはちょっと大きめにして、さらにザクザクの衣をつけるので、結構ちょっと迫力あるというか、一個一個がちょっと大きめになってます。ザクザク感で言うなら一番かもしれないですね。多い時ですと普通に18キロとか、あとクリスマスがやっぱり一番の10分おきに予約が集まってるぐらい、毎年おかげさまで時間でいうと19時間ぐらいずっとチキン揚げてました。多分ピースでいうこれ1ピース2ピースなんで1000ピース以上余裕で、それをお願いします。食べれるような単品だけでも美味しく召し上がっていただけるように、甘みとか食感とかもこだわって配合しました。これで一応、3枚分ぐらいですね。はい。センスとか入れなくてもそういう香りというか。それでもほぼ味を2時間で煮てることで、こう鶏肉もこう締まるというか、もう中まで味が浸透するので、10個とか食べてもまだいけるかなとか、その日のうちにお客さんがリピーターになってくれたりとか、午前中に買いに来てまた夜美味しかったからまた来たとか、もう足りんかったとかでまた来てくれたりするのが嬉しいですね。
つける時の液ですね。カレー粉が入ってたりとかスパイス入ってたりとか何種類かブレンドされてます。天ぷらみたいに揚げることで衣のちょっと特徴が出たりとか、一個一個が仕上がるのに結構本当に時間かかるんですよね。一個一個こう衣を広げるように天ぷら本当に天ぷら揚げるみたいな感じで。深い粉は生取ります。2分揚げて2分休ませて2分揚げてるんですよ。めちゃくちゃ近く。そうです、もちもちしてる。下味だけつけておきます。メインのお弁当なんで、お肉、焼肉のタレに近い感じです。が入ったらもうあとはほぼはい、ちょっとお酒でタレで味付けもしくはしか味付けして醤油入れたりとかする方もいるあれらしい。ライトもつけます。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。多いやね。ごめんなさい。はい、いらっしゃいませ。どうぞご案内します。テイクアウトのご注文カウンターでお願いしてますので、どうぞ。1時半から一応ウーバーイーツもスタートしてるんで、オンライン注文ときに忙しくなりますね。だからチキンも仕上げますね。
その分前も作りますね。はい、お願いします。お待たせいたしました。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。チョコアサイとスペシャルアサイ買いますとオリジナルチキンです。どこかで食べるんですか今から？公園とかで。公園で食べます。はいですね。天気がいいから。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハリップチップです。せっかくのご注文カウンターでお伺いしますので。はい、そうです。揚げるだけで食べそうです。はい、チキンでよろしいですか？食べれるような配合で仕上げたいなと思って、それで、細かい微粒子のグラニュー糖ともう一つ天才糖をちょっとブレンドして、はい、生地自体に甘みがあまりないので、はい。
レッドプリダチーズ、辛いチーズのパウダー状のソースです。やっと入ります。いただいてもいいですか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お気をつけて。ウーバーイーツって結構注文入るんですか？そうですね、ここ最近結構多くなりますね。そうなんですね。はい。私でも一応本業があるので、土日その本業が休みの時だけしか入ってないので、そうなんです。やっぱりこうすれ違いの生活がほぼほぼなんですけど、まあここにいることでこう一緒に入れるっていうのもあって、はい。はい、右右。ちょっとカットで。10ピースの残り6ピースで。いや僕そうなんですよ、12時間以上働いてるって言いましたけど、奥さんの方が本当に休みなく。はい。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。あげます。こちらですね。焼きました。はい。
てないですね。そうですね。かなりかけるんですね。はい、かけます。お店をこれからどうしていきたいとか、そういった目標とかあったらちょっとお聞きしても。はい、最初はマッサージのお客さん、そのお客さんに何か他にも喜んでもらおうっていうところからの近くでこのお店始めたんですけど、今はこの韓国チキンっていう文化をちょっと福井で広めたいなって思ったり、2号店とか3号店もいいんですけど、キッチンカーとかそういう屋台とかでこうイベントのところに出店して、こう人がたくさん集まるところに出店して、たくさんの人にチキンを届けられたらなと今思ってます。鶏白湯で、ここから今ミンチ入れて澄ましていくっていう感じ。これがもう完成形、澄ました後のやつです。20キロで、その小骨が20キロ、柄が20キロ、もみじが10キロで50キロか。骨20キロにもみじ10キロですからね。紹介されてるところはもっとあるかもしれない。あと氷見さんの煮干しです。氷見さんの煮干しはやっぱりいいなと。冷凍にはしてないね。動画で見とって子が増えていくというやっていて。あんまりマジかよ。砂糖は普通に使うんで、70度
なるまで回すながらっていう感じですかね。ミンチに余分な濁りの部分吸収させて透明にしていく。70度以上になっちゃうと、濁りが取れないというかパイタンのままになってしまうので、昨日仕込んでおいた煮干し、香り良くしたいんで、煮干しは前の余りのスープで沸騰させて、メインの方は80度以上しないいう形で、昆布は事前に取ってある。さっきの粉々にしたやつを、ここで初めて沸騰させて、前日から80度で沸騰させんとやってる。最終的にもう一回こしてるみたいな。肩ロース、さっきのバラ肉ですけど、レアチャーシュー用です。ブライン液、塩と砂糖の水でつけながら2日間解凍させて、実は米もらっとったの。とやってますけど、あんまり涼し焼きですね。香ばしい香りもやっぱつくというか、また醤油さんの方でブレンドしてもらってるやつ、あと醤油、これが白醤油ですね。うちの中で同じく畑醤油さんからいただいてはいるんですけど、バタバタしてるんで、水が垂れてます。
したら僕決まってからホテルが建つ話が聞いてラッキーって思いながらもいざオープンしたら本当に見えない状態で過ぎるぐらいに白醤油少しお客様に高評価得られたのでやっとお客様が入るようになったり。せっかくなら安くなればいいです。これが豚バラ肉を巻いたこれがどのラーメンにもついてる。捨てられた頃は番手は20番の同じ太さですけど煮干しには安い。遊んどるもんでよかったら YouTuber さんのお話聞かせて。いらっしゃい。カウンターどうぞ。お客様お待たせしてます。こちら特製しかお願いします。ご注文お願いします。お待たせしております。特製煮干しです。こちらまでお待たせしました。こちらもございます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いや、初めてここはめっちゃ美味しいです。お
りがとうございます。特製中華そばで白醤油ですね。柚子がアクセントになって美味しいです。失礼します。白醤油の大盛りになります。もうじき終わるから冷やし中華食べないだんだん知れ渡って12時前に来れば大丈夫だ。糸賞みたいなこと糸賞みたいなことは前のお店にいらした時から私ファンで、ずっと彼のラーメンの味が好きで、たくさんの人に食べてもらえたら本当に美味しいラーメンなんでファンとしても嬉しい。全部好きなんだけど、私は煮干しです。食べ終わる頃にまた食べたくなる。お
ちもおります。冷やし中華大盛り卵トッピングのお客様。はい。はいはいもう一人様。はいはい、こちらで。そちらすりごまついてます。お好みでお使いください。冷やし中華の概念が変わってる。はい。卵増しで。お名前から失礼します。お待たせしてます。200杯何ぐらいで。はい。美味しかったです。美味しかったね。あっさりともしとってね。でもね、あっさりだけど自分スープ普段飲まないんですけど、ついつい飲んでしまう。確かに美味しかったね。またこんなね。また。すごい煮干し。めちゃめちゃ美味しいです。煮干し卵増しです。お客様前から失礼します。特製中華の卵トッピングになります。お待たせしました。ありがとうございます。チャーシューがない。焼き豚に申し訳ない。お待たせいたしました。
普通の中華そばです。若い屋根のじゃあ。ラーメンやるんだ。まだ道がない。こちらこそありがとうございます。町中華の勉強もしてきたし、ホテルの中華っていうのも勉強してきたんで、他ではこんな味食べれないなっていうような本格中華を低価格というかリーズナブルに、お腹いっぱい食べてもそこまで財布に負担にならないようなお店を作っていけたらなっていうのがモットーですね。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。土日になれば家族連れは多いけど、基本平日はやっぱり夜はサラリーマンの方とかの方が多いかなって感じです。一番最初にアルバイトした店が中華料理屋さんやって、そこからずっと中華をやってるってだけだったんで、お手頃に本格の中華が食べれるみたいなルーローハンとかもメニューにありますけど、日本人が食べやすい味っていうよりはどっちかというと台湾に寄せてる味でやってるとか。みりんとお酒と。一回作ってたら間に合わないんで。
はい、お願いします。はい。麻婆豆腐がすごい好きなので食べたいなと思って伺っています。天津飯と担々麺で普通でいいですか？はい、ありがとうございます。寿セットのチャーハンとサンラータンメンになります。お願いします。13ラズチ。誰が入れてくれたの？はい、お願いします。はい、お願いします。13。
京人草って使ってるんで、それと同じ香りをつけて出してます。これはエビの油に酸素22。お願いします。21。はい、22じゃない。21。はい、ごめんなさい。21だ。チャーハンと3番21。はい。これに出します。こちら担々麺になります。はい。一人皿お持ちいたしますか？大丈夫です。こちらお下げします。はい。ありがとうございます。ゆっくりと。いやー。嬉しい。お願いします。はい、マラータになります。大丈夫ですか？はい。これはちょっとやばそうだね。すすれる辛さです。いらっしゃいませ。小籠包、シューマイ、餃子、えびチリ、キムチ。衣をつけて、あえて、タピオカ粉っていうキャッサバ粉っていうんですけど、これがカリカリとかサクサクとかになるんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
石焼きキムチチャーハンになります。つけてください。はい。すごい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。チーズ入っててめっちゃマイルドになってます。こっちからし乗ってるのがシューマイで、こっち小籠包になります。でこちら生姜になりまして、長い瓶のやつが黒酢になるんですけど、そちらで召し上がっていただくのをおすすめしてますので、お好みでお使いください。ありがとうございます。ありがとうございます。チャーハンのミンチ一つも能登豚使ったりとか、麻婆豆腐も能登豚使ったりとかなんで、どんどん地元の食材を使って、皆さんが安心して食べてもらえるような店を作れたらなと思います。これは大盛りです。チャーハン大盛りとサンラーやね。はい、2.1。麻婆豆腐の大盛りやね。はい。ご飯大盛り。はい、エビチリの大盛り。はい、お願いします。はい。お
はあんかけ焼きそばです。はい、お願いします。行きます。はい、13です。ありがとうございます。お願いします。厳選中華13。こちら厳選中華セット麻婆豆腐になります。はい。こちら商品なんですけど、こちらにあるコロッケ。はい、桜エビの海鮮揚げそば。はい、お願いします。この天津飯とサンラータンメンになります。手つがったよ。新学期やから。単品の麻婆豆腐の出し方がこういう形なんですけど、美味しいです。
町中華の勉強もしてきたし、ホテルの中華っていうのも勉強してきたんで、本格的な中華、日本人が食べやすいような味付けにしつつも、他ではこんな味食べれないなっていうような本格中華を、低価格というかリーズナブルに、お腹いっぱい食べてもそこまで財布に負担にならないようなお店を作っていけたらなっていうのがモットーですね。